今回の動画ではメインストーリー9章と同時に実装されるオペレーター。戦いを避けられないというのなら、私も自分の弱さから目をそらさない。先行オペレーターサイラッハの紹介及び解説を行っていきます。あなたがロドスの指揮官ですね。新人オペレーターのサイラッハ、ただいま着任いたしました。サイラッハは元ビクトリア軍の儀仗隊と呼ばれる外国の賓客や皇族などに対して儀礼や警備を行う実在する部隊に所属していた人物で、サイラッハもその例には漏れず、そういった儀礼などを担当していました。ビクトリアの紋章が描かれた軍旗を手に持っているのもそれに由来しています。サイラッハが担当していた地域はビクトリアの中でも田舎の部類に入る9章の部隊であるモナハン地区であり、モナハン地区は政情が大きく反映されるビクトリアの大都市であるロンディニウムと比べると、よく言えば平和、悪く言えば暇という感染者問題を除けば典型的な片田舎となっているため、サイラッハは暇を見つけてはロドスのモナハン事務所に顔を出していました。詳細は9章にて語られることになりますが、ロドスに加入したのも、このモナハン地区の事務所に在籍していたオペレーターたちからの推薦によるものとなります。戦闘能力に関しては同じビーブルのビクトリア軍人であるバグパイプと比べると片や実動部隊、片や後方部隊となっているため、ロドス加入時点では軍人としての基礎はあるものの、ある程度の差はありました。しかし9章の出来事にサイラッハは心を強く打たれたため、ロドス加入後は1日のほとんどの時間を訓練所にて過ごし、訓練の負荷度合いとしては危険なレベルに達しているほど。しかし本人の強い意志とバグパイプの身体能力からもわかるように、ビーブルは他の種族と比べても非常に強固な肉体を持っているため、それらを加味した上で浄化訓練をジュナーといった教官人の管理の下で継続。その結果、急速にサイラッハの戦闘能力は向上しており、今後短期間のうちに優れた作戦オペレーターになれるだろうと推測されています。サイラッハの外見の大きな特徴といえば非常に長い髪となっていますが、サイラッハはこの長い髪を非常に丁寧にケアしており、ゲーム内でも美髪と明確に記載されているほどには綺麗な髪をしているとのこと。それもそのはずで、儀仗隊というのは外見が非常に重視される部隊であり、現実においての儀仗隊も、例えば自衛隊の儀仗隊であれば、身長は170から180センチメートルの間、体重は60キログラムから75キログラムの間という、身体能力の他にも厳しい外見の規定が存在しています。ビクトリア軍の儀仗隊もその例には漏れておらず、一般兵士から儀仗隊に入隊するには厳しい選抜が存在しているとのこと。いわばサイラッハはゲーム内でも美人であると明言されている人物と言えるでしょう。性格も非常に優しく親しみやすいため、ロドスの輪の中にもすぐに溶け込んでおり、美容に興味があるオペレーターたちには自分が実践しているスキンケアや美髪の秘訣を教え、好奇心旺盛な子供たちの前では何度も旗を振ってあげ、サイラッハはお菓子作りが得意ということもあり、グムたちが始めた料理愛好グループにもすぐさまに加入。ロドスでのグルメフェスティバルでは大好評を博しました。ロドスキッチンシリーズの専用コーデにも期待したいところです。当然ながら感染者に対しての差別的な感情も存在せず、フィーブル自体がサルゴンからビクトリアに移民したという種族という過去を持つため、少数グループや抑圧されているグループを見捨てるということすらもしません。全体主義である軍隊としてはかなり異色な人物であるといえ、端的に言ってしまうとビクトリア軍に従軍するのは勤め先としては間違っていたと言えるかもしれません。それゆえに9章での出来事の後は即座にビクトリア軍から脱退、ロドスに加入という形をとっています。にもかかわらず、ビクトリアの軍旗を未だに持っているのは、ビクトリアを軍の職責として取り戻すというためではなく、痛ましい思い出を与えてきた存在に対して対抗するという自ら課した使命のために、ビクトリアの軍旗を心の拠り所、トレードマークにしているのでしょう。軍の責務という形からビクトリアを取り戻そうとしているバグパイプとは、求める結果は同じものの、職責と使命という点では異なっていると言えます。いずれにせよ、サイラッハが軍旗を手に再びビクトリアに戻る時も近いのかもしれません。サイラッハのモチーフと思われる生物は現時点では確定はしておらず、現状可能性として挙げられている生物は、アーサー王伝説に登場する白い竜であるアルバスドラコ、
インド神話を起源に持つ邪神ナーガ、ギリシャ神話に登場する怪物ヒュドラが挙げられます。今回は最も有力視されている邪神ナーガについて紹介。邪神ナーガとは戦術したようにインド神話を起源にした蛇の精霊、あるいは蛇の神で、インドでは単純な蛇の姿を、東南アジアでは頭が7つの蛇で描かれたりと、姿はまちまちで、中には上半身は人間、下半身は蛇という例もあります。ナーガは水に関わる信仰を持つ河川の神であり、数は非常に多く、王だけでも1000体は存在するとされています。というより、邪神すべてをナーガと呼んでいるため、ナーガは個人名というよりも、人でいう人類というような意味と言えます。このナーガたちを滑るのがナーガラージャであり、ナーガラージャにはカヌルーやアナンタ、バースキ、ダクシャカといった、いわば個人名が付けられています。そしてこのナーガラージャは仏教にも取り入れられており、仏教の八大竜王である。例を挙げるとバツナンタ竜王はバツナンダ、ナンタ竜王はナンダ、バースキ竜王はバースキに多様。ナーガは日本にも影響を与えており、バースキは日本では九頭竜の狼として知られています。と、いつの間にか蛇から竜へとなったナーガたちですが、これには訳があり、中国ではナーガの元となったコブラが存在していなかったため、元訳経典にて、コブラが竜と訳され、中国の竜信仰と合わさったことによって、ナーガは竜へと変わり、中国文化の流れがあった日本でも、竜という形で輸入されたというわけです。なのでサイラッハのモチーフがナーガだったとしても、種族がフィディアではなく、フィーブルということに違和感というものはありません。いずれにせよ、小神2のイラストに描かれている6本の首を持つ竜だけでは、間違いなくこの生物がモチーフだとは言いづらいところですが、個人的にはナーガはかなり近い線なのではないかとは考えています。ちなみに、彼女のコードネームであるサイラッハという読みは、ゲーム内の世界でも特殊な読みに入るようで、これはビクトリア語ではなく、タラク語と呼ばれる古い言語に由来しているとのこと。サイラッハとはタラク語で柳という意味を持ち、これは現実においてもアイルランド語で柳という意味を持つようですが、サイラッハ自身はタラク地区にルーツがあるというわけではなく、ましてや彼女自身はタラク語自体にあまり知識はないようで、このコードネームも辞書を引きながら恐る恐る申請をしています。詳細については9章の内容に大きく被るところがあるので動画内では伏せますが、動画の固定コメントにて追記しておくのでそちらを見ていただければと思います。なお、サイラッハの本名はジェニー・ウィロウ。ウィロウとは柳という意味を持ちます。そしてジェニーの方は英語読みであり、これをフランス語読みにするとジャンヌになるというわけです。ジャンヌといえばもう大半の方がご存知でしょう。100年戦争末期に現れた旧国の英雄、ジャンヌ・ダルクと同名となっています。サイラッハの旗と剣を持ち、目を見張る金髪を持つという特徴は、ジャンヌ・ダルクを意識したものでしょう。ジャンヌ・ダルク自身は一説には黒髪だったのではというものもありますが、ちなみにジャンヌ・ダルクの本名が本当にジャンヌ・ダルクなのかはよくわかっていません。当時は庶民は名字を持つ流れはなく、ジャンヌ自身も自分はジャンヌとしか名乗らなかったためです。ダルクは彼女の死後に呼ばれた名前であり、本名はジャンヌ・ダルクではなく、ジャンヌ・タルトではないかという話もあるとか。なので、ダルクとは名字ではなく、出身を表しているのではないかと言われており、英語のスペルであるジョーン・オブ・アークから、ジャンヌ・ダルクはアーク地方のジャンヌさんという意味や、アーク家のジャンヌさんという意味なのではとかなんとか。文盲だったという話も、障害的な面から読めなかったというよりかは、学ぶ機会がなかったために読めなかったのではという話もあります。そもそも当時は上流階級ですら文盲が普遍的にいたという話もあるようですが、このように非常に有名な人物なのにもかかわらずよくわからないというのが、ジャンヌ・ダルクの現状を明らかになっている正体と言えるでしょう。あの暗闇を退けたまばゆい光は、今も私の夢の中にある。今の私でも、まだまだ彼女には遠く及ばないんだ。サイラッハは天人花やエリジウムと同じ先方の機種に分類されるオペレーターで、機種としては最高レアリティとなります。ブロック数や配置コスト、攻撃速度などは機種に準じた性能となっており、特にこれといった大きな特徴はありませんが、剛述する素質の影響で、攻撃速度は他の機種オペレーターよりもわずかながら速くはなっています。潜在強化による効果はコスト-1、再配置-4秒、攻撃力+25、素質1強化、コスト-1となっており、
との潜在強化もサイラッハの性能に合致したものとなっているので、危機契約の高等級を目指す場合などは貫突まで目指すことを推奨します。サイラッハの HP や攻撃力などのステータスは天人化やエリジウムの上位互換といえ、配置コストに見合った順当なステータス強化が行われています。なので敵を倒すこともできない非力というわけではありませんが、シージといった先駆兵、バグパイプといった突撃兵と比べると火力も耐久力も控えめです。素質の効果やスキルの効果も相まって自身が次々と敵を倒すタイプのオペレーターというよりかは、他の騎士たちと同じくコスト回復や敵へのデバフ、味方へのバフ、HP 回復といったサポートに徹したオペレーターと言えます。基本的には脆いタイプのオペレーターといっても差し支えはないので、他のオペレーターの背後といった敵の攻撃を受けづらい場所に配置することがセオリーとなります。また、サイラッハはスキルの性質上、長時間配置する場合も多いので、今後展開する予定のオペレーターの位置も加味してサイラッハを配置するといいでしょう。サイラッハは昇進1にて素質1、不屈の旗を、昇進2にて素質2、精神干渉を習得します。素質1、不屈の旗は、サイラッハが軍旗を所持して配置されるようになるというもので、軍旗は、軍旗の周囲8マスの味方の攻撃速度を上昇させ、敵の攻撃速度を減少させるという効果を持ちます。つまるところ、通常時、軍旗はサイラッハの手の中にあるので、サイラッハの周囲8マスの味方は攻撃速度が上昇し、敵は攻撃速度が低下します。スキルの中には、軍旗を味方や敵に投げつけるスキルというものも存在しており、素質1の効果は軍旗の周囲8マスとなっているので、当然ながら素質の効果範囲も軍旗とともに移動。上記の映像であれば、軍旗は野党のいる位置に移動しているので、効果範囲は水色の枠内となります。サイラッハはスキルにもよりますが、基本的に軍旗はスキルクールタイム中以外はほぼ投げっぱなしになります。なので、軍旗の能力を最大限に発揮させるには、軍旗を投げつける位置にも注意する必要があります。ただ、軍旗の投げつけ範囲は無限というわけではないので、あらぬ方向に飛んでいくということは、効果範囲の面で言えばそこまで多くはありません。素質に、精神干渉は、サイラッハを配置した後、サイラッハの次に配置するオペレーターの配置コストをマイナスにするという素質。効果の内容としては、エリジウムの配置中狙撃オペレーターの配置コストマイナス2に近いものとなっていますが、エリジウムは狙撃オペレーターすべてに適用されるのに対して、サイラッハの素質はすべてのオペレーターに適用はされるものの、サイラッハの次に配置するオペレーター1人のみが効果対象となります。なので、2人目、3人目の配置コストを減少させたいのであれば、サイラッハを再配置するしかありません。なお、この効果はサイラッハが配置されている間のみ適用されるので、この効果によるコストマイナス2を用いて、オペレーターを召喚しないまま、サイラッハを撤退させてしまった場合、コストマイナス2の効果は消滅してしまい、無駄となってしまうのでご注意を。端的に言うとサイラッハ自身が、この素質によるコスト減少効果を受けることはできないというわけです。スキル1、支援号令ガンマはスキル発動中、攻撃をしなくなり、所持コストが合計で18増加するまで徐々に増加していくというスキル。スキル名からもわかる通り、エリジウムのスキル1とスキル効果は全く同じものとなっています。そのため、このスキルでエリジウムとの差別化ができる点としては、サイラッハ自身の HP や攻撃力といったステータスや素質くらいしかなく、サイラッハでこのスキルを使用する場面としては、天人化とエリジウムを用いてもなお、所持コストがない場合に運用できるかもしれないという程度です。スキル1のコスト回復量と他のオペレーターのスキルのコスト回復量を比較した表が上記の通りとなっており、見ての通り、エリジウムの支援指令ガンマと数値は一切変わりありません。スキルレベル特化3にバグパイプを加えても全く同じ数値となっており、オペレーター自身の配置コストという点を除けば全く誤差がないものとなっています。それに加え、サイラッハのスキル1の特化に必要な素材は、結晶制御装置が6個、上級マンガンが7個、砥石が7個、RMA70 の24が4個、上級玄岩が4個、精錬溶剤が4個、アーツ学3が35個と、
ベリジウムのスキル1特化素材である。T32 鋼が4個、RMA70 の24が5個、中級玄岩が6個、上級アケトンが4個、融合ゲルが3個、上級四合金が3個、アーツ学3が21個と比べると、かなり重めな素材構成になっていると言えます。そのため、必要とする素材に対しての効果という点で言えば、かなりコスパが悪いと言え、所持コストの回収を目的とするのであれば、特化優先度は他の騎士たちよりも下になります。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、現状では7で据え置いてしまってもいいでしょう。他のスキルの特化に素材を使用することをお勧めします。スキル2、進行の継承は、スキル発動中、所持コストが20増加するまで徐々に増加。スキル効果範囲内にいる、最も HP 割合が低くなっている味方に対して軍旗を投擲し、軍旗が投擲されたマスにいるオペレーターの防御力を上昇させ、毎秒サイラッハの攻撃力の一定割合で HP が回復するリジェネ効果を付与するというスキル。スキルの内容としては、天人下のスキルに治癒の羽に近いものとなっていますが、天人下のスキルは自身の周囲8マスにしか効果が及びませんが、周囲8マスのオペレーター全てを回復することが可能な一方で、サイラッハのスキルには周囲8マスよりも外の味方を回復することができますが、軍旗があるマスの味方しか回復することができないという特徴を持ちます。そのため、天人下のスキルによりかは応用できる範囲は広いものの、効果はかなり局所的。その代わり、サイラッハの方がコスト回収能力は高く、攻撃力が高いため HP 回復能力も高くなっているので、局所的な回復という点で言えばサイラッハの方が優秀と言えます。単体の味方を回復することを得意としていることから、重装といったダメージを受けやすい味方や、リジェネ効果なので武者といった回復を受け付けない味方も回復可能なため、マドロックやバルカン、ヘラグなどの単体運用になることが多いオペレーターと相性が良くなっています。初動であればコスト回収能力は落ちますが、シージやサガといったオペレーターと組み合わせれば、強固なラインを組むこともできるでしょう。なお、このスキルによる効果は、軍旗のあるマスとなっているので、そのマスに軍旗が存在し続ける限りは、オペレーターが入れ替わっても効果は継続します。また、スキル効果に合わせて素質による効果も適用されるので、実際の効果としては、所持コスト増加、防御力強化、HP 回復、味方攻撃速度上昇、敵攻撃速度低下と、かなり豊富なバフとデバフを組み合わせたスキルと言えます。ただ、注意点として、このスキルが対象としているユニットは、オペレーターのみのため、モンスターといった召喚物や HP がある装置を投擲対象にすることはできません。スキル2の回復量と他のオペレーターのスキルによる回復量を比較した表が上記の通りとなっており、スキル回復量は細かな数値こそは異なりますが、全体としては天人下のスキル2とほぼ同じと言っても差し支えはありません。連発できるという点で言えば、ヒゴエジたちのスキル1には劣りますが、合計回復量という点で言えば、近接ユニットとしてはトップクラスの回復能力を所持していると言えます。そして、戦術したようにオペレーターであれば、誰でも回復することができるという点も強みの一つでしょう。そして、このスキルは特化をすることで性能はさらに上昇。リジェネ回復量としてはトップクラスの数値となります。濁心スカジのスキル2のリジェネ回復量が毎秒100程度なので、いかに凄まじい瞬間回復力を持つスキルなのかわかるのではないでしょうか。しかし、デメリットとしてはやはり、投擲する相手を完全に決めることができないという点でしょう。投擲目標が最も HP 割合の低い味方オペレーターなので、あらぬ方向に軍旗が飛んでいったり、濁心スカジのように遠方の味方をサポートするといったこともできないので、サポート系のオペレーターとしては自由度は低めにはなっています。サイラッハは性能上、通常運用ではかなりオーバースペックな部分があり、通常ステージ程度の難易度では持て余すほど、そのため高難易度での運用が基本にはなるのですが、高難易度ほどスキル対象を選びたいというような場面が多いので、このスキルの対象を完全に決めきれないという部分は痛手ではあります。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7以上のいずれかの特化レベルでいいでしょう。スキル3、紅葉たる旗印は、スキル発動後は攻撃を停止し、即座に所持コストを10回復、
地上にいる敵に対して軍機を投擲、軍機が直撃した敵とその周囲の敵に対して物理ダメージを与え、軍機が直撃したタイミングで周囲にいた敵は一定時間スタン。軍機投擲後に軍機の周囲8マスに侵入してきた敵は移動速度 80% 減少の足止め効果と一定割合の脆弱効果が付与されます。効果としてはテキサスのスキル2とスズランのスキル3を合わせて割ったようなスキルとなっており、見方によっては簡易版スズランのスキル3とも言えるでしょう。軍機の攻撃対象で最も優先される敵は盾兵のような攻撃されやすい敵、続いて防衛ラインに最も近い敵となり、これらの敵が攻撃範囲内にいない場合、軍機はサイラッハのいる位置に投擲されます。空中の敵に対しては軍機を投擲することはできませんが、巻き添えという形であればダメージを与えることは可能で、スタン、足止め、脆弱の効果も効果範囲内にいるのであれば適用されます。また、配置負荷マスだったとしても軍機の投擲は可能です。特化3であればスキル発動時間は10秒、必要 SP は20の。通常時であればスキルサイクルは30秒と敵へのデバフを中心としたスキルとしてはかなり回転が良いスキルとなっており、比較的軽率に乱発することができるスキルです。この性能が特に輝くのが危機契約の超高等級で、等級が高ければ高いほど初動の敵をどうするかが課題になりやすいため、その点で言えばこのスキルは足止めに加えて脆弱によって敵を倒しやすくしてくれるので、即座に所持コスト回復の効果も相まって初動の展開という点においては理想のスキルと言えます。スキル3の火力と他のオペレーターのスキルの火力を比較した表が上記の通りとなっており、上記の表からもわかる通り、スキル火力自体はそこまで高いものではありません。至って平均的な数値に収まっているといえ、比較対象にしやすいテキサスやキアーベのスキルが術攻撃だということを考えると、総合的に見れば火力としては控えめと言えるでしょう。これに関しては特化3にしても大きく変化することはありません。スキル3の足止め効果と他のオペレーターのスキルを比較した表が上記の通りとなり、足止め効果に関して言えばスキル効果としてはマドロックのスキル3に近いものとなっています。減速率としてはサイラッハのスキル3の方が 20% 高くはなっていますが、マドロックはこれに加えて無敵と足止め終了後のスタン及びステータス強化が加わるので、単体能力としては言うまでもなくマドロックの方が上です。他のオペレーターのスキルと比べても性能としては控えめではありますが、サイラッハのスキル3は減速に加えて脆弱も付与され小回りも効くため、サリアやスズランのように大一番で使用しないと効果が薄いということもありません。サイラッハのスキル3は個々のスキル効果で見ると確かに性能としては控えめではあります。ただ各オペレーターのスタン、減速、脆弱、コスト回復と各効果を足して割ったような性能は、大技を打つのにはもったいない初動やウェーブの間という場面においては、ちょうどいい塩梅のスキルスケールで大技の間を埋めてくれます。スキル3は星6オペレーターによくある大技のスキルというよりも、味方のサポートに徹した性能となっており、大技スキルの合間を埋めてくれる、天の下の力持ちのようなスキルと言えるでしょう。このスキルだけでは戦況をひっくり返すというようなことはできませんが、基本的にどのオペレーターとも親和性は高いので、戦況を維持、あるいはやや好転させる活躍はしてくれるはずです。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、特に危機契約の高等級を目指すのであれば、特化3まで上げ切ってしまうことをお勧めします。サイラッハの基地スキルは、宿舎と制御中枢に関するものとなっており、宿舎の方の基地スキルは、同じ宿舎内にいる自身以外のオペレーター1人の体力回復速度を毎時プラス 0.7 するというもの。至ってシンプルな効果にはなっていますが、回復量はシャイニングのプラス 0.75 に次ぐ数値となっており、シンプルながらも高い回復力を持ったスキルとなっています。もう一つの基地スキルである制御中枢スキルは、事務連絡速度が合計で 30% 未満なのであれば、事務連絡速度をプラス 20% するというもの。単純な話、連絡速度がプラス 20% のオペレーターをプラス 40% に強化するというスキルです。事務連絡速度プラス 20% のオペレーターは、ウィスパーレインやマルベリーといった事務連絡速度強化に加えて様々な追加効果を持つオペレーターが多いので、サイラッハを基地に配置するのであれば、これらのオペレーターたちと組み合わせるといいでしょう。
それでは実際にサイラッハを使用していきます。今回使用するステージは RIEX5。サイラッハのレベルは昇進2の90、スキルは3、スキルレベルは特化3となります。スキル発動時、敵が効果範囲内にいるのであれば、このように軍旗を投擲。スキル効果は、脆弱と足止め効果はスキルを発動した瞬間から適用され、物理ダメージとスタン効果は、軍旗が着弾したタイミングで適用されます。そのため、物理ダメージとスタン効果はスキル発動後、1秒程度のラグが存在します。スキルサイクルは、スキルゲージを見てわかるように非常に速く、次から次へとスキルを発動させることが可能で、近接系の敵に対してであれば強力な制圧能力を誇ります。ソーンズといった遠距離攻撃持ちと組み合わせれば、一方的に攻撃することも可能でしょう。このように、時間稼ぎとしても、きっちりとした働きを見せてくれます。心配しないで。分かった。無駄だ。あなたは私がお守りします。処理が間に合わなくなったらスキルを発動して時間稼ぎをする。必要 SP が低いため、このように軽率にスキルを放つことができるのがサイラッハのスキル3の強みです。命令を想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。あなたは私がお守りします。こんなの悲しいです。命令を想像したことある。友も故郷も二度と戻らなくなることを。心配しないで。あなたは私がお守りします。子供たちの悲鳴が聞こえる。Mission accomplished。どれほどの罪を重ねてきても、その命と共に塵に帰るでしょう。サイラッハは騎士という強力なオペレーターであることを約束されたカテゴリーに分類されているオペレーターの例に漏れず、非常に強力なオペレーターとなっており、現状では通常ステージ程度ではオーバースペックなのではというほど。ただ、注意すべき点は、強力なオペレーターではありますが、自身がゲームをひっくり返すというオペレーターではなく、あくまでも他のオペレーターのサポートに徹した性能であり、他の強力なオペレーターがいてこそ進化を発揮するオペレーターです。いわば初動という重要な場面にて非常に強固な土台を築き上げてくれる裏方のようなオペレーターとも言えるでしょう。それでいながらも特にスキル3は中盤以降もサポートの限りを尽くしてくれるので、実際に運用してみるとわかるとは思いますが、撤退のタイミングが見当たらないというほどサポートタイプの戦法としては一つの到達点と言えるかもしれません。高難易度に挑戦する方であればあるほど入手することをお勧めしたいオペレーターです。以上でサイラッハの紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。こんなこと言うのはちょっと恥ずかしいけど、バグパイプさんのこと羨ましいなって思うの。何があっても彼女はビクトリア軍人であったことを誇りに思ってるからね。
誤解しないで。私は今でもビクトリアを愛してるよ。ただ、その愛があったからこそ、故郷を離れたの。